私がこの作品に初めて出会ったのは、小学校に上がったばかりの頃でした。自分の家のものではありません。友達の家で遊んだものでした。まず、カートリッジの絵に目を奪われました。派手で、それまで見たどのゲームとも違う立体感。小判を持った赤い熊取りの人物。侍でも忍者でもない。背景には山と海。でも、当時の私に読み取れたのはほんの少しでした。小判は時代劇で見るもの。後ろの山は富士山。それくらいです。それでも、こんなの見たことないという期待だけは十分すぎるほどでした。あれから40年、今同じ絵を見ると読み取れるものが増えています。人物の名は石川五右衛門。歌舞伎を元にしたデザイン。背景の海は葛飾北斎を想起させる形。いつの間に私はこの絵を読めるようになったのでしょうか。そしてもう一つ、これほど日本で愛されたこのゲームはなぜ海を渡れなかったのか。今日はあなたが遊んだことがないかもしれないゲームの話をさせてください。歌舞伎の舞台を生で見たのは2025年が初めてでした。でも歌舞伎という存在は知っていました。いつの間にか。葛飾北斎も知っていました。いつの間にか。石川五右衛門という人物がいたことも知っていました。いつの間にか。どれも学校で習ったという記憶ははっきりとありません。家族と見た時代劇だったかもしれません。歴史を扱ったバラエティ番組だったかもしれません。ルパン三世のアニメだったかもしれません。漫画、アニメ、ドラマ、映画、作り話と本当の話が混ざったまま少しずつ染み込んでいました。一番仲のいい友人ほどいつどうやって仲良くなったのか思い出せない。それと同じです。知っていたというより刷り込まれていたという方が近いのかもしれません。あの頃夜になれば時代劇が茶の間に流れていました。私の一番古いその記憶はひいおばあちゃんの部屋です。彼女が毎週欠かさず見ていたある番組がありました。その隣で私も見ていました。身分を隠した年老いた当て人がお供を連れて国中を旅して回る。行く先々で威張った役人や悪い商人を懲らしめる。そして毎回最後に小さな印をかざすのです。すると悪人たちは一斉にひれ伏す。番組の名は水戸黄門。日本で最も長く愛された時代劇の一つです。話は半分も分かっていませんでした。でもあの印籠が出たらおしまい。それだけは体で覚えていました。私にとっての江戸の町はあの画面の中にありました。侍について、忍者について専門的に学んだことはありません。なのにあのカートリッジを見て、これは侍でも忍者でもないと当時の私は感じていました。刷り込みとはそういうものです。教わった覚えはないのに分かってしまう。私は日本という世界観を知らず知らず理解していたのです。画面を見てまず驚いたのはその動き方でした。それまでの私がプレイしたアクションゲームは横にスクロールするだけ。でもこれは違いました。実はこのゲームには元になったアーケード版がありました。ミスター五右衛門。そちらは完全な横スクロールのアクションでした。それがファミコン用に作り直された時、五右衛門は大きく姿を変えていました。奥にも手前にも動ける、斜めにも進める、ジャンプで奥行きを飛び越える。現れる人物も変わりました。アーケードでは追いかけてくる敵ばかり。でもここにはただの街の人もいる。全員が敵とは限りません。お店で買い物ができる。地下には
迷宮のような 3D の空間までありました。ステージをクリアするには、ある証を3枚集めて、時間内にたどり着かなければなりません。ただ前進してボスを倒す。アーケードのあの形とは別物。移植でもアレンジでもなく、もはや完全新作でした。変わらなかったものもあります。和風の世界観、和楽器を思わせる軽快な音楽。それはアーケードから引き継いだものでした。キセルを振れば決めポーズのような動きで攻撃する。クリア条件もろくにわからず、迷子になりながら、それでもこの驚きに満ちた世界を遊んでいるだけで楽しかったものです。しかし今振り返ると不思議なことがあります。迷子になっていたのに画面に出てくるものの意味は説明されなくても分かっていたのです。ステージの終わりに立ちはだかる門、旅人を改める国の境目、関所です。集める3枚の証。旅を許された者だけが持てるもの、通行手形。本当は道で拾うものではなく、村や寺がこのものは確かだと書いて持たせる一通でした。小判、賭場、悪代官。どれも私には説明がいりませんでした。西から東へ江戸を目指す旅。それが物語の形でした。昔から日本にある道中物という旅の物語の型です。私はゲーム内では迷子になっていたのに、この世界には迷うことなく入れました。でもそれは私の飲み込みが良かったからではありません。いつの間にか刷り込まれた日本という前提に助けられていただけなのです。ではその前提を持たない海の向こうの子供にはこの画面はどう見えたでしょうか。関所も手形も道中も知らないことばかり、全く知らない前提知識のオンパレードだったはずです。ゲームの舞台は江戸時代。主人公の五右衛門。その元になった人物は実在したと歴史に記録があります。石川五右衛門、大泥棒として捕らえられ、釜で処刑されたと伝わっています。でもここにズレがあります。実在の五右衛門が生きたのは安土桃山という戦国時代だそうです。ゲームの舞台はその後の江戸時代。時代が合っていないのです。なぜずれたのか。江戸時代に入ってからこの大泥棒は舞台の主役になりました。日本で400年以上も続く舞台劇、歌舞伎です。舞台の上で五右衛門は権力に立ち向かう英雄として描かれ人気を博しました。盗んだものを貧しい人に配る正義の泥棒。その設定もこの頃のものです。ただし実在した時代の記録にその裏付けはありません。江戸時代になって舞台の上で与えられた姿なのです。思い出してください。先ほどお話しした五右衛門のあの攻撃、キセルを振って決めポーズのような動きで止まる。あれは歌舞伎の見栄でした。役者にとって一番の見せ場。動きを止めて睨む。約400年前からあった舞台の動きがファミコンの小さなドット絵の中で生きていた。私はそれと知らずに魅了されていたのです。最後にもう一つ、調べていて一番驚いたこと。石川五右衛門の名を書き残したのは、海を渡ってきた外国の宣教師だったそうです。海を渡れなかったこのゲームの主人公の名は、400年前、海を渡ってきた人の手で記録されていた。なんだか不思議な巡り合わせだと私は思うのです。前回の魔界村は、世界中の誰もが知る記号で一致している点がありました。墓場、骸骨、悪魔。だから名前を変えても海を渡れました。五右衛門にはその記号がありませんでした。日本ブームの今なら届く人がいるかもしれません。でも40年前には暗黙の前頭を補う手段はありませんでした。あの頃の私は手形を3枚揃えることすらできませんでした。ルールもよくわからないまま、それでも楽しかったのです。40年後の今、13作を収録したコレクションがあります。前回の魔界村で私を救ってくれたセーブロード機能、さらにはゲームスピードの変更、
現代ならではのサポートがつきました。この魅力を海の向こうにも伝えたい。しかし全編日本語です。ゲームとは本来非言語の体験だと思っています。操作して試して覚える。言葉がなくても伝わる。ですがこのゲームでは言葉が壁になってしまいました。私にとっては母国語であるがゆえに楽しめてしまう特権にもなっています。この相反する事実を超えて伝える術を私は持ち合わせていません。いずれテクノロジーによって解決される可能性はありますが、微力ながらこの思い出とともに小さな橋を架けることが今の精一杯です。五右衛門の世界がいつかすべての言語で届く日を夢見ながら。今回の研究報告はここまでです。国境を越え、時間を超えて交差点を探して分かったことは終わりが見えないということでした。ただ40年前に遊んだゲームにもう一度今だからこその視点を持って再び触れられた。それは喜びでもありました。この独り言のような研究の旅に興味を持ってここまで見てくださって本当にありがとうございます。あの頃同じカートリッジを手に取り、いつの間にか日本の何かを刷り込まれていた誰か。今になって海を渡れなかったゲームたちを面白がって掘り起こしてくれる誰か。そしてこの和風の世界を何も知らずにたった今初めて覗き込んだ誰か。世代も国も知っていたかどうかも違う。そのみんなとこうして出会えたこと、それ自体が私のかけたかった小さな橋なのだと思います。次回はまた別の40年前のゲームの話を。海を渡れなかった五右衛門とは逆に軽々と海を渡っていった物語もあります。その話はまた次回に。X や概要欄も良ければ覗いてみてください。アカウントは概要欄にあります。最後にあなたに聞きたいことがあります。あなたの国にもありませんか？外に出なかったその国だけのゲームが。もしあればコメントで教えてください。それも私たちのかける小さな橋になるはずです。それではまた次回。